こんにちは。どうぞ。今回の秘密基地の主は成瀬昭彦さん。去年家を建て替え、念願だった趣味のための秘密基地を手に入れたそうです。お邪魔します。どうぞ。おお、模型飛行機がたくさんありますね。これはユーコンです。よく模型飛行機っていうとラジコンイメージされる方がいると思うんですけど、これはラジコンよりも早くから歴史が古いんですけど、2本のワイヤーでコントロールします。この羽から2本のワイヤー出てるんですけど、この2本のワイヤーを操作することで飛行機をコントロールするユーコンっていう飛行機です。ユーコンは1960年代に大ブームを巻き起こした模型飛行機の一つ。当時は専門の雑誌まで出版されました。現在全国で数百人の愛好家がいます。模型飛行機を2本のワイヤーで操作しながら飛ばします。このコントローラーが U の字の形をしているのでユーコンと呼ばれているんです。成瀬さんは毎週末仲間たちと一緒に近くのグラウンドでユーコンを楽しんでいます。模型飛行機には小型のエンジンが積まれています。コントローラーを手にワイヤーを使って飛行機をぐるぐる回しながら操縦するのが基本。その醍醐味はやっぱり振動伝わってくるとこだよね。エンジンの鼓動がそのまんまハンドル伝わって手にくるとこが一番楽しいのかな。ラジコンにはラジコンの良さがあるんだけど、やっぱりユーコンにはユーコンの良さがあって、さっきから言ってるそのダイレクト感とかアナログ感覚っていうのはやっぱりラジコンでは味わえないものがあるから、みんな多分ラジコンも経験はしてるけど結局ユーコンに戻ってきたというか、ユーコンをずっと続けてるのはそこに理由があるんですね。成瀬さんのユーコン歴はなんと40年以上。少年時代の情熱を変わらず持ち続ける、そんな極上ライフに迫ります。操縦するからいけないんだ。のどかな田園風景ですね。そんな中、空を舞う物体発見。そう、これがユーコンです。グラウンドでユーコンを操縦しているのは成瀬昭彦さん。岡崎模型飛行クラブのメンバーです。毎週末このグラウンドに集まってユーコンを楽しむメンバーは現在15名。クラブの歴史は40年以上になるそうです。初代会長です。クラブ立ち上げました。当時は会員もマックス47名いたんですけど、今は細々とやってます。小学生の時ユーコンに出会った成瀬さん。仲間を作ろうと中学2年生の時にこのクラブを立ち上げました。現在の会長はこちらの尾崎さん。もともと尾崎さんは成瀬さんに憧れて高校生の時にこのクラブに入ったんだそうです。以来友情はずっと続いています。ユーコンは飛行機につながった2本のワイヤーで主翼や尾翼を上下に動かし、上昇下降をコントロールします。ワイヤーの長さはおよそ16メートル。2人1組で楽しみます。1人がプロペラの回っている飛行機を押さえ、操縦者の合図でテイクオフ。あとは手首を使ってワイヤーを操り、アクロバット飛行に挑戦します。地面ギリギリの水平飛行から急上昇、急下降させるのが技の見せ所。
面が近い。地面が近い有効の場合は地面が近いので、垂直に上からまっすぐ降りてきて地上 1.5 メートルで直角に曲げるというのはコンマ何秒タイミングずれれば飛行機粉々、1年かけて手塩にかけた飛行機もコンマ0何秒の差で壊れるかもしれないという緊張感も楽しいよね。なんかないかな。手塩にかけた機体がずらり。成瀬さんの機体はどれですか？今日持ってきたのは4機ほどですけど、もともと私が軍用機が好きなので、これが錦大帝輸送型なんですけど、第二次世界大戦の時に、たくさん人を乗せて輸送機で使ってた水上機です。これね、側面を見てもらったら分かるんだけど、みんなの顔がついてる。これだいぶもう写真が分からなくなってきてるね。本当はくり抜いて中に人形を乗せたかったんですけど、そこまでできないので窓に有効やってるメンバーの写真を貼って窓の代わりにしてます。設計も含めてこんなのはキットでもないので全部自分で作ってます。例えばここのカウリングっていうんですけど、エンジンのカバーの部分は100均のソースの入れ物をそこの部分を使って作ってますし、とにかく全て手作りですね。ここまでやる人は成瀬さんぐらい。成瀬さんのこだわりは全て手作りすること。自ら設計図を起こし材料を切り出して作っています。100円ショップで買ったソース入れ、そこの部分を使ってプロペラのつくカウリングに加工してしまいました。仕事から帰るとすぐに飛行機作りに没頭するという成瀬さん。クラブの集まりがないときは土日も飛行機作りです。機体に使うのはバルサ材。ここにもかなりのこだわりが。例えばこんな形でホームセンターで売ってるバルサではやっぱり納得できなくて、四国のメーカーから取り寄せてます。軽くて柔らかいけれど強度があるのがバルサ材の特徴。そのため建築資材や映画のセットなどに使われてきました。模型飛行機にも欠かせない材料なんですが、成瀬さんは最高級の品質のものを探し求めた結果、四国のメーカーに行き着いたんだそうです。いいバルサがたくさんあると本当になんか幸せな気分ですね。模型飛行機はいかに軽く丈夫に作るかが勝負。成瀬さんはすべての部品の重さを細かく記録しています。これもデータ化してあるんですけど、主翼、フラップ、ホーン、タイヤ、パーツごとにどのぐらいにしたいなという目安を作ります。で実際に確定の方には組み上げるときにパーツで重量に気をつけながら作ってます。組み立て前にすべての部品の目標のグラム数を決め、実際にどれだけ軽くすることができたかを機体ごとにすべて記録してあるんです。これまでに作った機体は114機。そのほとんどが成瀬さん考案のオリジナルです。秘密基地には飛行機製作の参考書がずらり。中でも中学生の時から大切に保管してあるのが、当時お小遣いを貯めて揃えたユーコンの専門雑誌。ユーコン技術って呼ばれて、もう今は廃刊になってますけど、カラーグラビアあり、各地の競技会の写真があって、あとは飛行機の製作記事ですね。見よう見まねで自作した記憶があります。もう隅から隅まで何度も読んでました。当時は。未だにこれ私のバイブルみたいなものです。この雑誌に影響されて、実は成瀬さんこんなものも作っていました。クラブの開放誌です。それぞれの人のコメントを最近作ってる飛行機、あとはいろいろ技術的な部分ですね。あとは非公開の結果、こういうものも全部記録残してあります。
イラストもすべて成瀬さんの手書き。友好への熱い思いがぎっしり詰まっています。乗ってますね。40年前の状態ですけど乗ってます。おお、これは現在の会長尾崎さん。なんだかあまり変わってませんね。友好への情熱、どうしてそんなに続いてるんですか？皆さんの表情を見てもらうと分かるんですけど、あれ明らかに中学生か高校生の顔になってるし、心もそんな気持ちになってると思います。当時の時の楽しさが今でも味わえる、そんな思いでやってますね。もともとプラモデルを作るのが大好きだった成瀬さん。そこから友好へとつながっていったんだそうです。もともと私は第二次世界大戦の艦載機、空母に乗ってる飛行機が大好きで、その中でも特に、この救急艦爆っていうこれ爆撃機なんですけど、これに憧れてもうプラモデル一生懸命作ってました。それから私の大好きな空母の赤城、これらは部屋の中にいつも飾ってあります。